こんにちは、沢渡です。今日はやりたい時にいつでもイラストの練習を始められる方法についてお話しします。皆さん、毎日イラストを描いていますか？前回の動画のコメントでイラストを完成させられない人は、そもそも絵を楽しんで描けていないのではないかというご意見をいただきました。私も昔同じような経験がありました。ただし、この絵を楽しんで描けていないという状態は2つに分けることができます。1つは絵を描いている最中が楽しくないということ。もう1つはそもそも絵に取り組めていないために楽しくないということです。実は前者は必ずしも解決しなければならないわけではありません。心理学者アンダース・エリクソンの研究では、質の高い練習を行う人ほどその練習自体を楽しく感じていないと述べられています。また、楽しさとイコールで結ばれがちな心理学者ミハイ・チクセント・ミハイのフロー体験でも、著書でフロー体験で得られる楽しさは何かを達成した時感じられると述べられています。私自身20年以上絵を描いてきましたが、別に絵を描いている最中そんなに楽しいわけじゃないですからね。ゲームの方がずっと楽しいです。そんな私ですが、なんだかんだ絵を完成させることができています。なので、絵を描いている最中に楽しさを感じられないという方でも、終わった後、楽しさなり満足感なり、ポジティブな気持ちを得られているなら特に心配ないわけです。後者は、絵を描かないといけないと思っているけれど、でも動き出せない、先延ばししてしまうという状態です。絵を描くことを後回しにして SNS や動画視聴をしてしまったけれど、どこか罪悪感や焦燥感を感じて嫌な気分になってしまったという経験はありませんか？絵についての楽しくなさを作るのはむしろここなのではないでしょうか。そこで今回は、描きたいと思っているのに手が進まない、ペンタブやソフトを用意してもなかなか描き始められないという問題の解決に焦点を当てます。心理学に基づくテクニックと絵を描ける人間になるための実践的な考え方の2点について詳しく解説していきます。このチャンネルではイラスト技術の向上だけではなく、創造性を高め、日常生活で役立つ実践的なメソッドをご紹介しています。画力を上げたい方や仕事や学業で成果を上げたい方はぜひチャンネル登録をお願いします。まず、絵をストレスなく描き始めるための基本的な考え方についてお話しします。イラストの練習を始められない理由の一つに、意志の力で解決しようとすることがあります。でも、それは絶対にやめてください。ハーバード大学のジェラルド・ザルトマン博士の研究によると、人間の思考の 95% は無意識に動かされているそうです。心理学では、多くの意思決定が無意識の感情や思考に強く影響されているという考え方が一般的です。つまり、人間の意志の力はとても弱く、簡単に無意識に楽な方向へと流れてしまいます。それなのに、自分の意志の力が弱いから絵の練習ができないと自分を責めてしまうのは、絵の練習を始める助けにならないばかりか、自信を失うなど精神的にもよくありません。そこで意志の力に頼らず、心理学に基づいたテクニックを使ってこの問題を解決していきましょう。まずは絵を描き始める方法からお話ししていきます。絵を描き始めるためのテクニックとして作業興奮を利用しましょう。作業興奮とは、作業を始めると次第に作業への意欲が高まり、最初の抵抗感が減少する現象です。しかし、私の経験から言うと、作業興奮を起こすための最初の一歩を踏み出すのが難しいのです。やろうと思ったけれど、なかなかペンを持つことができなかったという経験はありませんか？そこで最初の一歩を踏み出すために有効なテクニックが、心理学者ショーン・エイカーの20秒ルールです。ところで皆さんの絵を描く環境は、絵の練習が始めやすい環境になっていますか？もし準備に時間がかかるようなら、それを20秒以内に完了させる環境を整えてください。エイカーは何か行動を始めるための手間がかかることこそが、その行動の習慣化の障壁になっていることを突き止めました。つまり、絵を描き始めるまでの手間によって、絵を描き始めるまでに意志の力を使い果たしてしまうというわけなんですね。20秒ルールは、望ましい行動を始めるための準備にかかる時間を20秒以内にすることで、よりその行動を始めやすくするという戦略です。意志の力が弱いのなら、それを使い果たす前にその行動が行えるようにしようという作戦です。私の場合、ペンタブのペンを常に同じ場所に置き、ペンを探す手間を減らしました。適当な場所にペンや左手用デバイスを置いてしまうと、探すのに何分もかかってしまうことがあるんですよね。また、パソコンを起動したら必ずペイントソフトを起動させておき、すぐに絵に取り掛かれるようにしました。皆さんの環境からも、絵を描き始める手間を取り除けば、より練習に取り掛かりやすくなるはずです。これが一番この動画でお伝えしたかったことです。もう一つ、絵の練習を始めるための重要な点があります。それは自分が絵を描き始められる人間だと思っているかどうかです。先ほど言った通り、人間の行動の大部分は無意識で行われているため、自分が絵を描き始められないと思い込んでいると、実際に描き始めるのが難しくなります。自分がどうせ SNS や YouTube での動画視聴に逃げてしまう人間だと思っていると、意思とは反して絵が描き始められないのです。これは私がイラストを完成させることができなかった頃に陥っていた心理状態です。頭ではこのイラストを完成させたいと思っているのに、
無意識では自分なんかではイラストを完成させることができないと思い込んでいたために、実際にイラストを完成させることができなくなってしまっていたのです。それを解決するためには、自分がどんな人間なのかというセルフイメージを変える必要があります。そのために自分がそれを行っている姿を何度も何度も強くイメージし続けます。そうやって自分がそれをできる人間なのだと無意識に刷り込むことで、実際にその行動が行えるようになります。ただしこれはアメリカの美容外科医マークスウェル・マルツが提唱したサイコサイバネティクスという自己啓発のテクニックに基づいた方法であり、心理学に基づいた方法ではないことに留意しておく必要があります。私の経験では確実に効果があったんですが、うさんくさいと感じる人もいるかもしれません。そこで次に私の経験をお話しします。私が大学生の頃、プロを目指して絵を描いてはいたものの、イラストで食べていける確信が持てず、新卒就活をしていましたが、私は内向的なタイプで面接に自信を持てず、面接がうまくいかずにいた頃にこの考え方に出会いました。人生がかかっていた私は藁にもすがる気持ちで面接の時ハキハキと元気よく振る舞う自分の姿を強くイメージし続け、実際にそれを意識して面接の練習に取り組むことで実際に自分の面接の姿が改善していきました。結果として就活当初はとても入れるとは思っていなかった東証一部上場の大手システムインテグレーターに入社することができたのでした。マルツによると人間の脳は現実に起きたことと強くイメージしたこととの区別がつかないそうです。これと同じことは成功哲学の提唱者ナポレオンヒルの思考は現実化するという言葉でも同じことが語られていますね。自分がイラストを描いている姿を強くイメージすることは実際に描き始めるために有効なテクニックだと思います。ここまでで心理学と考え方の両面で絵を始めやすくするための方法を解説してきました。しかし、どのような練習から行っていけばよいかわからないことも多いと思います。やるべきことが明確になっていないと、どのように行動してよいかのイメージが湧かず、結局行動を起こせないことも多いです。そこで、まずは描きたいモチーフを探して、短時間で良いので真似して描いてみましょう。例えば、自分の好きなキャラクターや身近なもの、風景などが良いです。また5分間だけなど時間を決めて書いてみてください。ストップウォッチを使うと良いでしょう。ただし、質にはあまりこだわらないでください。初めのうちから質にこだわるのは実はかなり有害です。量をこなすよりもクオリティを求めて時間をかける方が効果的ではないかと疑問に思う方もいるでしょう。実際、新しいスキルを学ぶとき、完璧にやりたくなるものですが、初心者のパフォーマンスは完璧から程遠いため、フラストレーションが溜まってイライラしてしまうのがオチです。だから完璧を目指すのではなく、できるだけ早く、できるだけ多く練習することが重要なのです。とはいえ、それ本当って思う方もいらっしゃると思います。そこで、孫引きで申し訳ないのですが、デイビッド・ヘイルズとテッド・オーランドの著書で、量の大切さを示す面白いエピソードが紹介されているそうなので、ご紹介します。陶芸の授業の初日に教師は生徒を2つのグループに分けました。左半分の生徒は制作した作品の量で評価し、右半分の生徒は質で評価するというものでした。最終的に最も質の高い作品は量で評価されたグループの生徒が作ったものでした。量を重視したグループは失敗から学んでいましたが、質を重視していたグループは完璧を考えることに時間を費やし、結果的に理論はあっても成果が少なかったのです。量で評価されたグループは数をこなすうちにいろいろな気づきを得ていました。絵で例えるなら、何度も描くうちにこのように線を引くと綺麗な線が引けるぞと気がついたり、この形を意識すると自分好みの顔が描けるぞと気づいたりといった具合です。しかし、質で評価されたグループは試す回数が少なかったために、得られた経験も気づきも少なかったのです。この話を聞くと、まずは質を気にせず、量をこなすことから始めて良いと安心できたと思います。ただし、量が重要だからといって質を全く無視して良いわけではありません。そこで、量をこなす際に注意すべき質についてお話しします。それは絵を描いている最中に集中できているかどうかです。絵を描き始めたのはいいものの、うまく描けているのか不安になったり、うまく描けない自分にイライラして絵を描くことに集中できなくなってしまう方も多いと思います。しかし、絵を描くことに集中できていないと、せっかくの練習時間の質が低くなってしまいます。そんな時に効果的なのは、行動や振る舞いにフォーカスして、結果のことは忘れろという考え方です。これはアメリカの交渉の達人ジム・キャンプの言葉です。私のお気に入りの言葉でもあります。交渉ではいくらこちらが力を入れて話しても相手が受け入れるかどうかは最終的に相手次第です。だからこそ相手がイエスと言ってくれるように自分の行動や振る舞いをできるだけ良いものにする努力が必要です。皆さんも同じように結果のことは一旦忘れて今自分が描いている絵のプロセスに集中してみてください。私も最終面接の前に何度もこの言葉を心の中で繰り返しました。結果として私はこの考え方で内定をつかむことができました。イラストを描き始めるのは難しいですし、続けることはさらに難しいですよね。
思うように絵が上手くならず、イライラすることもあるでしょう。でも、それは誰にでも起こることです。今回ご紹介したテクニックや考え方を使って、辛抱強く絵を描き続けてください。そうすれば、必ず成果は出てきます。今は AI を使って高品質なイラストを簡単に手に入れることができますが、自分で描いたイラストは特別です。そして、イラストの練習や制作を通じて得られた経験は、人生の大きな財産になります。これは AI で作られたイラストでは得られない貴重なものです。それでは今日の動画をまとめます。イラストを描き始めるためには、意志の力に頼らないことが重要です。そのためには以下の方法を試してみてください。作業興奮を利用する。作業を始めると次第にやる気が出てきます。ショーン・エイカーの20秒ルールを活用する。絵を描く準備を20秒以内でできる環境を整えましょう。自分が絵を描いている姿を強くイメージする。自分が絵を描けると信じて、その姿を強くイメージすることが重要です。量をこなす。完璧を求めず、たくさん描いてみましょう。最後に、絵を描いている最中に集中する。結果よりもプロセスに集中しましょう。これらの方法を実践することで、絵を描くことができる自分に近づけます。今回ご紹介した通り、このチャンネルではイラスト技術の向上以外にも役立つ実践的なメソッドを紹介しています。画力を向上させたい、また仕事や学業でももっと成果を上げたい欲張りな方は、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。